はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。スターディのルークです。今日の企画ははいアンチコメ大量に集めてみたー。イエーイじゃないんだよね。スルーが一番なんだよね。普段アンチコメとか見ますか？目に入ることはあってもあんま気にしないかな。だってスルーが一番だからね。気にする必要はない。今回はえりすぐりのアンチコメを集めてきたのでえりすぐりのねじゃあ、せっかくなんでねこの機会に反論していこうと思います。よし。まず最初のアンチコメント。はい。卒業してるのに未だに受験について生きってるのダサい。えりすぐったね、いきなり。ま確かに、よく言われるね。でも教育業に携わってるわけだからそれが仕事だしね。受験生相手にしてたらそれは受験のことを話すし、あまり何分で解けるのかっていうことをやるわけだけど、結果見て生きってるって思ったんだとしたら、逆に言えばそれだけその結果がすごいっていうことだから、ありがとうございます。頭がいいだけの人。確かに頭はめちゃめちゃいいからね。確かに。でも頭がいいだけっていうのは、頭が良すぎるから隠れてるけど、それ以外もそつなくできるんだよね。だから確かに頭がずば抜けていいがゆえに頭しか良くないって思われてしまってるっていうのは欠点なのかもしれないね。でも勉強に限らずスポーツでも音楽でも何かしらに突き抜けてるものがあるってだけで全然いいと思いますけどね。資格オタクしても意味ない。確かに資格取ってそれでもう終わりで、それ以外何もありませんって言ったら意味はないかもね。趣味でやるんだったら話は別だけど、可能性広がることは事実だからね。で可能性広がった上で何を選択するかだし、僕自身今公認会計士受けていて、もちろんその先を見据えてるから、その先を見据えてることは大前提として、よく言われることとして資格取ったのにもったいないみたいな。僕から言わせれば資格取ったがばかりにその道しか可能性が選べないんだとしたら、むしろ可能性狭まっちゃってかわいそうだなっていうふうに思うから、だからむしろそっちの方が資格にとらわれてるような気はしますけどね。なるほど。医療弁護士になるとか言ってたのに結局 YouTuber。 医療弁護士に当時は本当になりたかったからね。で状況が変わって、しかも YouTuber って言ってもあくまで YouTube っていうプラットフォーム媒体を通して教育業をお届けしてるわけだから、 YouTube もやってる、教育を主に発信してる人、それが今たくさんの人からモチベーションを高めてもらっ、お互い高め合ってるなっていうふうにも思うし、やりがいも感じてるし、その時々で自分のやりたいことをやってるだけだから、ちっちゃい頃持ってた夢をずっと持ち続けるなんて逆になかなかないと思うけどね。東大の色眼鏡でかっこいいって言われてるだけで私には良さがわからない。逆にだから東大に受かればかっこいいって思われるわけじゃん、一定は。勉強とか頑張った得だよね。だから頑張りが認められてるってことだから全然正当な評価なんじゃないでしょうか。何かを頑張ってる人ってかっこよく見えますからね。他の受験生の枠奪ってる。これは実は奪ってなくて、今受けてる資格って相対評価ではあるんだけど、基本合格最低点って決められるじゃん。例えばじゃあ72点ですっていう風に合格最低点が決められたとして、僕一人が受けようが受けまいが72点から変わんないんだよね。71点とか73点とかっていう風に変える時に大体そこに数百人とか全然いるから、一人受けようが受けまいが合格最低点変わんないっていうのが実情で、定員がある、それこそ東大理3とかっていうのはあるんだけど、そういうのは受けないようにしてる。ということは可能性はあるっていうこと？ゼロではない。 0.001% ぐらいであるかもしれないけど、その場合は、僕もねフェアで戦ってるんで、頑張って僕よりいい点数取ってください。税金かかってるのにやってることしょぼい。税金だから東大卒業するためにめっちゃお金かかったでしょってことよね。でもそれはそれ以上に税金払えばいいんじゃないでしょうか。しっかりねいろんなことを頑張って、もちろん経済も回してお金もいただいて税金を納めてるんで、あれでしょ、その税金東大卒業するのに確か
ということで、その指摘は当たらないんじゃないかなと思います。ナルシスト層。ナルシストというか自分に自信はあるからね。だって頑張ってるもん。ちなみにナルシストって正しくはナルシシストだから、その語源的に考えてもナルシシストが正式で間違えてる人が多いよね。ナルシストでもいいかみたいな広辞苑が折れたっていう感じだから、正しくはナルシシストですよ。はい。太った？シンプルだね。これはね、反論の余地ないですね。やっぱ数値が出ちゃうからね。数値が出るもの、データが全てこの世は。反論の余地ないです。頑張ります。痩せます。彼女のことをデート中に論破してそう。いや、それはしないかな。 TPO をわきまえて。だからなんか思ったとしても、心の中では思ってもぐっとこらえる。心の中だけで論破する。料理の分量をミリリットル単位にきっちり測ってそう。料理はねしないけど、多分測るね。これは測るわ。逆にそういうセンスがないがゆえに、そういうのだけしっかり守ってミスがないようにする。カップ麺とかもその線に本当にぴったり合うようにお湯とかも入れるね。雰囲気っていう人がいたら、雰囲気ねって言いそう。いや、さすがにそんな言葉尻捉えて指摘するほどちっちゃい人間ではないかな。ちなみにナルシストって正しくはナルシシストだから、これはね言わない。サンタさんに青チャートお願いしてそう。いや、頼んではないね。お願いしてないけど、頼んでてもいいけどね。向上心あってすごく素晴らしいじゃないですか。何もアンチでも何でもない。じゃあ実際何頼んでたの？ゲームとか普通に普通のね。普通でした。はい。業務連絡を返すのが遅い。そうかもね。カメラのバッテリー充電するの忘れがち。確かに。そうかもし今れない。日の撮影15分遅刻してきた。それルークが作ったアンチコミじゃない？バレましたか？いや、それこの企画に乗じて日頃の不満ぶつけようとしてない？その通り。はい、すいません。ちゃんと直します。ごめんなさい。いや、身内からのねアンチコミが一番リアルでね聞いた。ということで、今回ねえりすぐられた、身内からも含めてアンチコミにね答えてきたわけなんですけど、今後もねいろんな動画撮っていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメント、最悪アンチコミでもね、最悪いいのでしてもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。